さんこんにちは。シニアソムリエの川島恵美です。コートドボーヌ地区の第1回目はコルトンの丘をご紹介したいと思います。コートドボーヌ地区の入り口にはまるでマッシュルームのような可愛い形をしたコルトンの丘があります。てっぺんにはモミの木の森の茂みがあって緑色のウィッグが乗っているかのようです。標高388メートルの大きな丸い丘です。この丘は東側にラドワセリニ、南側にアロースコルトン、西側にペルナンベルジュレスと3つの村にまたがっています。合計面積160ヘクタールと非常に広大なコルトンの丘にはコルトン、そしてコルトン・シャルルマーニュの赤と白の2つのグランクリュがあり、コートドゥボーヌ最大のグランクリュです。またコートドゥボーヌの中では唯一ある赤のグランクリュです。この丘の森のすぐ下にあるブドウ畑は白っぽいチョーク質の土壌なのでシャルドネ種が植えられています。上中部から裾野にかけては鉄分混じりの粘土や赤土の斜面でピノノワール種が植えられています。上部がコルトゥン・シャルルマーニュ、下部がコルトンです。赤白どちらも作ることができます。赤白どちらも作ることはできますが、コルトンの区画で白ワインを作った場合はコルトン・シャルルマーニュまたはコルトン・ブランを名乗ることができます。しかしながらコルトン・シャルルマーニュの方が知名度が高いため、コルトン・ブランを名乗ることはごく稀です。コルトンの区画で赤ワインを作った場合はコルトンプラス畑名を名乗ることができますが、コルトン・シャルルマーニュの区画で赤ワインを作った場合はコルトンを名乗ることはできますが、コルトンプラス畑名のワインをリリースすることはできません。著名な畑はアロースコルトン村にあるコルトン・クロデロア、コルトン・ルナルド、コルトン・ブレッサントです。クロデロアが最も力強く長熟で、ブレッサンドは上品で豊満なスタイルです。コルトンは東西270度もの方向を向き、高低差は100メートルもあるひどく広大なグランクルで、200以上もの所有者がいるため品質の差が大きく、コートドゥヌイのグランクルに比べると一歩を取る大きな要因となっています。コルトン・シャルルマーニュは同じくコートドゥボーヌのモンラッシェと並んで世界最高峰の辛口の白ワインです。畑の名になったシャルルマーニュ大帝は8世紀末にフランスのほかイタリア、ドイツをキリスト教でまとめたフランク王国の王様で、ドイツではカール大帝と呼ばれています。シャルルマーニュ大帝が所有していたブドウ畑は775年にサンタンドレ修道院に寄進され、その3ヘクタールの区画はペルナンベルジュレス村のアン・シャルルマーニュの一部となっています。アン・シャルルマーニュを所有しているコルトゥン・シャルルマーニュ最大の生産者ボヌードゥ・マルトレイは2017年カリフォルニアのカルトワインの代表格スクリーミング・イーグリに買収されたというニュースが世界を驚かせました。また DRC ドメーヌ・ロマネ・コンティ社がマルトレイから畑を借り、コルトゥン・シャルルマーニュの生産を開始するというニュースも話題に上りました。 DRC の参入をコルトンの生産者たちは歓迎しており、コルトンの評価を上げることを期待しています。ブルゴーニュワインの愛好家から熱い注目を浴びる産地となっています。ボーヌにある醸造学校で学び、2005年若干21歳の時に祖父母が所有する 3.5 ヘクタールの畑を引き継ぎ、ドメーヌを設立しました。現在ではブドウ畑は10ヘクタールまで拡大し、
18のアペラシオンからモダンで洗練されたスタイルのワインを作り出しています。ブルゴーニュ期待の新世代として世界的に高い人気を獲得しています。厳格なビオロジック農法を実践しています。科学的なものを使用しないというだけではなく、ブドウを病気や害虫から守るために丁寧できめ細やかな畑作業を最重要としています。そうした苦労の末、活性化された土壌は通気性に優れ、バクテリアやミミズなどの微生物を多く含んだものとなり、その畑のテロワールを最大限に表現することが可能になります。ブドウの収穫は実の成熟具合から判断して決められ、ブドウは手摘みで一つ一つの実の状態を確認しながら収穫されます。天然の自生酵母を使用し、テロワールに適した醸造方法が選択されています。黄色みが強い色合いをしています。成長度も高く、照りがあり、粘性もあるワインです。ドベール・シルバン・ロワシュのフェルナンベルジュレス村の白ワインです。シルバン・ロワシュは以前にコート・ドゥ・ヌイのブージョ村にあるクロド・ブージョという特級畑の赤ワインをご紹介いたしました。控えめな白い花の香りがしてきました。口に含むとリンゴや洋梨のような甘酸っぱい香りが口中に広がります。ミネラル感がとても豊かなので、食事に合わせやすく飲み飽きないエレガントな仕上がりとなっています。